電車が 1,2 分遅れただけでちょっとイライラするっていう。他人がああだっつったら俺もすぐそっち行っちゃうんで、もうそこはもうマジで日本人だなと思います。あれか、お米を家で作ってる。すごいお父さんじゃないですか。海外飛んでるフランスとか。 Hey guys, it's Cat the Cat on Ask Japanese, and today I'm gonna go and ask Japanese people what they think is very, very Japanese about them. It might be something personal, it might be an item that they maybe own at home. Let's find out what Japanese people identify with as being very Japanese. Let's go and ask Japanese. 自分が日本人だなと思った瞬間はいつにありますか？外国人ってその辺でチューとかしません？キスとかその辺でも街中でも別にみたいな。ここにさ観光に来てる人も結構してる人いるなって思いますけど、自分たちは絶対いないもんね。日本人に対してなんか誇りしてるものとかあったりしますか？礼儀はスポーツ通しても全部あるんで、結構日本ってしっかりしてるじゃん。武道がある分、その分礼儀っていうのは誇りかなって思います。朝とか通勤の時とかに電車が 1,2 分遅れただけでちょっとイライラするっていう。他の国も全然それが普通じゃないですか。でも日本ってそんぐらい遅れてもなんか大変申し訳ございませんみたいなことがあるな。日本人だなって思いますね。そうですね、確かにイギリスはたまにキャンセルされても今キャンセルしますとおつみたいな感じで終わりなんで。それはまあ嫌だけどそれは嫌だな。それは嫌だけどね。2分遅れてたら特に何も言わない気がする、ドイツでも。なんだろう、なんか友達とご飯食べてて何か料理最後の1個みたいな、ちょっと食べれないみたいな。多分向こうも気まずいんだ。1個ずっと残ってるみたいな。1時間ぐらいここに1個置いてあるみたいな。もうカッピが見てなんで1個が残ってるんですか？なんか最後の1個って食べづらいなって。例えばなんか4人で行ってこう物が5個のものが来たとして1人1個ずつ食べるじゃないですか。で残り1個誰が食べるかなみたいなので1時間ぐらい残ってたりするっていう。言い合えるやつだったら俺食うわぐらいで言えるかもしれないけど、なんかちょっと距離があったらなんかずっとポンって置いてある。遠慮ってことですか？遠慮ってことです。じゃんけんで決めれば。でもなんか目上の人とかといたらちょっとなんかその時にはなんか礼儀正しい方は何ですか？逆に食べない？それとも偉い人に差し上がるみたいな。みたいな。でも逆に食べますかって聞いた時点で周りの人もみんないやいいですよ食べてくださいって言いそうじゃないですいか。やそれなんかもうずっと待ってて食べないよって言われるの待ってます。いただきます。言われた瞬間にいただきます。いただきます。もう俺すっごい周りに流されるんで、他人がああだっつったら俺もすぐそっち行っちゃうんで、もうそこはもうマジで日本人だなと思います。自分の主張があんまできないんで、そこら辺やっぱ日本人だなみたいな。疲れた時にお米食べたくなる時です。日本人だなと思って。もう鏡見ると顔が日本人ですから、まあ鏡見たら、まあ、日本人ってなりますよね。言われるのはなんか一緒に出ようとした時とかにどうぞどうぞどうぞみたいな譲り合いっていうか、自分よりかは先にどうぞみたいな譲ったりとか、相手のことを先に優先するみたいなところですかね。列があると並ぶ。確かになんか待つの嫌だけどなんだろうって気になって、その後どっか行っちゃうけど、なんか一回見てみる。じゃあ何の列知らなくても一応じゃあ並んでみようみたいな。で途中で離脱する。列があるからなんか面白いものがあるかなって。エレベーター開けてるっていうことですかね。エレベーター次の人が乗るまでずっと開けてるみたいな。この間会った時がエレベーターすぐ閉めていこうとする人がいて、ちょっと違うんじゃないかなって思って。自分が持ってる一番日本的なものは何ですか？祭りハッピー、その祭りの時に着るユニフォーム、書道の段持ってるんで、一応それは日本っぽいですかね。好きな日本の字は何かありますか？その書道するなんで書っていう字、受けたまわる。なんでですか？形が好きでお寿司がいつでも食べれる？家にいっぱい米がたまあれか、お米を家で作ってる。畑があるってことですか？田んぼです。田んぼありますあります。すごい、田んぼ自分で持ってるんですか？持ってます。ごめんなさい。取ったり入れたりとか。植えたりとかします。
精神的な部分なんかみんなに合わせるみたいな、その人と違うことをやんないようにしようっていう気持ちですかねそのみんなと一緒がいい。なんかアメリカとかってなんかそういう人もどんどんいいよみたいな、新しい意見取り入れようみたいな感じだけど、言わない、自分の意見はあんまり言い出したりはしない。剣道のしない防具、なんでですか？うち剣道一家なので、そう一式試合ができるように揃ってます。お父さんが教師なんで、そこから教師でそこの剣道部の部活の顧問やってて、でお姉ちゃんがいて、お姉ちゃん剣道やって、お母さん剣道やって、弟剣道やって、で私はやってないみたいなとこはあるんですけど、そう和かな、剣道って和だよね。すごいお父さんじゃないですか。海外飛んでる。フランスとか、フランスドイツかな、なんか行って剣道教えてるみたいですよ。なんだろう、日本人だったらどこにでもあるお寿司の桶みたいな酢飯作る時のおひつあれはあるでも日本食、和食だと落ち着くみたいなのはあるかもしれない。なんか日本の食べ物ってことですか？日本の食べ物、なんかなんていうの、アメリカの食べ物とかそういうのだとウェーイって感じになるけど、日本食だとなんかいただきますみたいな感じがある気がする。華道とか茶道、書道を習ってたことがあるので、華道で使う剣山とか、あと書道道具、あと茶道部の茶筅とかお茶碗とかは持ってます。すごい持ってますね。すごい。習い事で使っていたので揃えました。まだ使ったりしますか？剣山とかはまだ花いけたりとかたまにするので使うことはあります。そのスキルが今大人になった時には役に立ってたりしますか？そうですね。茶道部は結構先生にいろいろ教えてもらったので、お作法とかは役に立ってると思います。So, when do Japanese people very much feel that they're Japanese people? Loads of things around it evolved around the manners that you have here in Japanese society. Standing in line or putting your wants and needs last in order to put someone else first, or being careful of manners all around you, don't do PDA, all the things that are happening in Japan but happening not so much in other countries. Also, another thing that they like at the same time criticize about themselves is that they usually do what the masses do. So if, for example, there is a line and they don't even know what the line for is, they stand in line just to find out, because if everyone else does it, it must be interesting. Or generally just getting kind of dragged down the mainstream because everyone is doing it. And it seems to be a bit of a cultural thing as well. We've had that in a couple of past videos. If you're curious about that, Japanese people have mentioned that again, that they kind of like being like everyone else. There's a big draw into that culture. And then we had simple things like, making rice at home or owning certain traditional items or goods or clothes that identify with Japanese culture very strongly. So how about you? What makes you sometimes think, whoa, I'm very much a person from my country, even though maybe you live abroad? One thing I think makes me very German is that I'm still absolutely in love with pretzels and can't say no to good pretzels, like the large German crunchy pretzels, just pretzels and good German bread. I still love it so much, no matter where in the world I go. If you'd offered me a pretzel, I'd probably eat it. So that's one of the things that I think makes me very, very German in a way, and also the timekeeping, trying to keep times and stuff like that, being a bit strict about my working ethics sometimes. So I wish you a great day. Do let me know what you actually think makes you very much a person of your country. Looking forward to reading that comment. Also, don't forget to subscribe if you're new. Check out our other playlists if this was good for you. And I'll catch you soon on Ash Japanese. Don't forget to leave a big like and a nice comment on the way out. Catch you soon.